こんにちは、スイミーです。今回の旅は沖縄県にある石垣島。島にある古い遺跡や博物館、昔から言い伝えられている不思議なお話などをたどっていきます。石垣島の歴史にも興味津々。ぜひ最後までお楽しみください。今回の旅は石垣島にある730交差点からです。1978年7月30日、沖縄がアメリカの統治時代から日本へ返還された後、車の通行が右側から左側へ変わった歴史的に重要な日です。今回は石垣島の歴史に少し触れてみたいなと思ってます。まずは博物館へ行ってみようと思います。さっきの交差点から歩いて10分ぐらいです。何かありますね。道路原標と書いてます。戦前からある道路の基準位置を定めた標識だそうです。この様式にはアメリカの影響があるそうです。石垣市立八重山博物館です。入館料は200円です。入ってすぐのところに明和大津波の展示がありました。1771年4月、八重山諸島を襲ったマグニチュード 7.4 の巨大地震。この時に発生した津波は最大で35メートルほどになったそうです。出土された土器です。白い部分は復元になってます。石垣島にも竪穴住居の跡が見つかってるみたいです。主要な遺跡の場所がここに書かれてます。八重山諸島にはパナリ焼きという有名な焼き物がありますが、出土したものがここに展示されていました。古い三線ですね。蛇皮が高価だった時代に和紙に芭蕉の渋汁を塗って貼り合わせ作ったものだそうです。波照間島のミルクと呼ばれる神様のお面、旧宮良文地という重要文化財の家屋です。水中メガネ、こんなのもあったんですね。木製の枠にガラスがはめ込まれてました。博物館には石垣島の歴史に関わるものがまだまだたくさん展示されていました。200円でなかなか見応えのあるところなので、私はおすすめします。それではこれからバスに乗ってウルストバル遺跡というところへ行ってみます。バスは博物館から道路を挟んで反対側、少し歩いたところに博物館前というバス停があって、そこから石垣空港方面の路線バスに乗ります。1時間に2本の間隔でバスが出てました。市街地から石垣空港間は割と乗り降りしやすいと思います。あと今日は短い距離なので利用してないんですが、1000円で路線バス乗り放題のワンデーパスというチケットがあるので、もっとバスで島を回りたいときはそれが便利です。大浜というバス停で降ります。ここから歩いて遺跡のところまで行きます。歩いてだいたい10分ぐらいと思います。看板がありました。史跡フルーストバル遺跡と書いてます。こっちで合ってるかな。Google マップを見たらこっちでやってたみたいです。草が生い茂る道を進んでいく感じですね。結構な草ですね。ハブとかほんと気をつけないとですね。ハブは見たことあるんですけど、夜ですね。ハブは夜行性みたいです。でも昼間も絶対いないとは限らないんで、沖縄でこういうとこ歩くときはいつも気をつけてます。すごいなぁ。タイヤの跡ですよね。ここまで車で入ってこれるってことですよね。道合ってるかな。
おー、見えてきました。開けたとこが見えます。石垣みたいなのがありますね。ここですね。フルストバル遺跡です。フルストバル遺跡は15世紀頃のお城か屋敷の跡と言われてますけれど、はっきりしたことは分かってないそうです。ちなみに凍ったお茶を持ってきました。熱中症対策に持ってきて正解でした。首のとことか冷やすと最高です。何やら石垣があちこちにあります。番号がついてます。この石垣は琉球石灰岩でできていて、中では生活に使われていた陶器などが発掘されているそうです。最初は集落だったところが集団墓になったと書かれてます。沖縄産の陶器の他に中国産や日本産の陶磁器やキセルも発見されたそうです。遺跡内には戦跡も残っているそうです。小銭、勾玉、銅鏡なども見つかっているそうです。あれ？さっき博物館にあったのかな？もっとじっくり見ればよかった。また博物館へ行く楽しみが増えたってことで。当時はどんな人たちがどんな生活をしてたんでしょうね。石垣は一部は復元なんだそうです。簡単に崩れないように積み上げるには技術が必要です。遺跡の全体図がありました。結構大きな遺跡です。この遺跡からは武器と思われるものは発見されてないらしく、お城というよりも集落としての要素が強いと書かれてます。この奥にも何かあるのかな？マップ見たら道路に出る感じになってました。ちょっと行ってみます。後ろも前も誰もいません。出口はちゃんとあるって分かってるけど、ちょっと不安になりますね。水分補給です。出口が見えてきました。よかった、道路が見えます。結局遺跡はちょっと見ただけになっちゃいました。後から調べたら車で遺跡の方へ入っていけるそうです。車の方が楽ですね。違う道からバス通りの方へ戻ってみます。奥に見える森みたいなのがさっき通ってきたフルストバル遺跡のあったところです。遺跡の横にある道を戻っていく感じです。ちょっとの間だけただのお散歩動画です。なんか懐かしいんですよね。昔小学校の頃、通学路にこんな感じの道がありました。のどかですね。さっき通ってきた遺跡の森です。この森の間の道を通ってきたんですよね。一人だとちょっと寂しい雰囲気の道でした。牛さんいますね。あまり石垣島のメジャーな観光スポットではないですけど、あえてこういう風景を見るのもいいですよね。こっち史跡と書いてます。駐車場がありますね。フルストバル遺跡と書いてますね。ボロボロになってしまってますが、大浜集落の歌木のことやフルストバル遺跡周辺の歴史的なことが書かれてます。明和大津波で陸に上がった津波石や
戦績もあります。津波石が気になるのでそこに行ってみようと思います。あ、バナナの木。ちっちゃいバナナです。島バナナかな。島バナナはギュッと実が詰まってる感じで、また普通のバナナと違った味で美味しいんです。お土産屋さんというより、小さい商店とか農産物直売所に売られてます。サトウキビですね。サトウキビを刈るアルバイトをやっていた友人がいました。すごく体力のいる仕事なんですけど、女性なんですが、その友人は頑張ってこなしてたみたいです。私も体験だけしたことがありますが、軍手してても手にチクチクした毛みたいなのが刺さるんですよね。ハイビスカス、これ大きいですね。そうそう、この大浜で言い伝えられている小焼赤八という歴史の人物がいるんですけど、15世紀頃、この八重山地方を守るために琉球王府と戦った英雄なんだそうです。体つきは人並み外れた大男、抜群の力持ち、髪は赤茶けて日本人離れした顔つきをしていたと言われてます。この方でございます。実はこの赤八さんの足跡が海の方にあるということで、そこへも後で行ってみます。少し歩くと、これ。さっき津波石のことを言ってたんですけど、これですね、津波石。明和大津波の時に海から津波によってここまで打ち上げられた石です。石というような規模じゃないですね。高さは約6メートル。推定重量がなんと約 7.5 トンあるそうです。木がめっちゃ生えてますね。こっちに回ってみます。直径の大きなところで 12.8 メートルだそう。でかい。こっちに階段がありますね。登ることもできるみたいです。津波市の周りが公園になっています。崎原公園というところです。近くに小学校があるので、子供たちの声が聞こえます。私以外誰もいませんね。ちょっと雨が降ってきました。今日は傘を持ってないんで、雨宿りするしかないですね。あずまやに入りました。こういうとこがあってよかった。結構降ってます。雨がだいぶ止んできたんで、さっき言ってた赤八さんの足跡というやつを探しに行きます。公園からすぐ横に海へ降りられる道があります。ゴツゴツした石とかサンゴのかけらがいっぱいあります。ここは泳いだりとかするような雰囲気の浜ではなさそうですね。この大きな岩、奇岩っていうらしいです。独特な雰囲気ですよね。この岩のどこかに赤八さんの足跡があるんですよね。一体どのあたりにあるんでしょうか。目印の看板とかあったらいいんですけど、それっぽいのがないので地道に探していきます。ネットの情報で調べてて、その形だけ分かってるんですけど、
こけないようにゆっくりと歩きます。この上かな、それともあっちの岩の方かな。ボコボコしてますね。ここから足跡見えないかな。面白いですよね。岩の中からボコボコと石が出てきている感じです。こういう側面ではなさそうなんですよね。あ、あったかも。これありました。小焼赤八さんの足跡です。調べた写真と同じ形をしているので間違いないと思います。大きい。私の足がこれなんで巨人のサイズ感です。すぐそばにこんな穴が開いてるんで落ちないように注意してくださいね。帰りは大浜農協前のバス停から帰ります。お腹が空いたのでちょっと遅めのお昼ご飯にします。油脂豆腐そばです。油脂豆腐はふわふわと柔らかい沖縄のお豆腐です。汁物に入ってるとすごく美味しいです。そばに豆腐って最初思いましたが、これが結構いけるんですよ。そして夕方、夕日を追いかけて漁港の方まで来てみました。もう沈んでしまいそうですね。船の間に沈んでいく夕日もなかなかいいですね。今回の動画はここまでとなります。石垣島の動画まだまだ続きます。次回もぜひお楽しみに。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。